皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の妄想が炸裂しているなと思えるニュースを取り上げようと思います。韓国においては、宇宙開発というものは必ずのように、他の国で開発されたロケットに衛星を乗せてもらって打ち上げるというのが定番でした。というのも、韓国には国産ロケットというものが存在せず、そのために他の国にその技術というものを完全に頼るほかなかったからです。しかし近年においては韓国で国産ロケットを開発すべきだという声が高まり、そして自称ではありますがその開発に成功したとされています。ですから韓国においてはこの国産ロケットの開発を契機に、これからはもっと先へと進む研究開発にもお金を投じるべきだというふうな考えへと発展したというのです。今回はそうした考えをもとにして出てきたのが宇宙エレベーターの開発計画です。今回の動画ではそうした宇宙エレベーターとはそもそも何なのかといったことを簡単に解説するともに、韓国におけるこうした計画というものがおそらくは妄想のままで終わるのではないかという私の話をしようかなと思っています。それでは韓国ではどのような報道がされているか記事を見ていきましょう。韓国宇宙エレベーターの開発を準備中。韓国航空宇宙研究院が欧米など宇宙先進国も成功できていない新たな研究開発に出る。年末に打ち上げ予定の韓国型ロケットヌリ号も計画通りの打ち上げを準備中だ。3月に就任したイ航空宇宙研究院院長はオンラインで行われた記者懇談会で、長期技術開発に焦点を合わせ、これまで不可能だと思われた先導型宇宙研究に集中したいと明らかにした。院長は航空宇宙研究院に革新研究を専従する組織を作る構想だ。彼はこれまで韓国は先進国の宇宙研究に早く追いつく追撃型研究に集中したならば、これからは先進国がしていない研究や試みはしたが目標を達成できていない先導型研究に集中する組織を作りたいと話した。新設研究組織の名称は未来革新研究センターだ。未来革新研究センターで遂行する研究課題候補群も一部公開した。例えば映画スペーススイーパーズに登場した宇宙エレベーターが代表的だ。この映画はネットフリックスで公開されているものですが、多くの視聴者を集めているわけではないので、代表例としてはかなり不適切なものです。映画では富裕層は宇宙に、貧困層は地球にそれぞれ居住する。地球居住民は地球と人工衛星の間をつなぐ一種のロープウェイに乗って宇宙に行き働く。この様子が非常に長いエレベーターのようなので宇宙エレベーターと呼ぶ。成層圏で長期間滞空が可能な無人機、宇宙太陽光研究もまだ成功できていないプロジェクトだ。院長は任期中に成功する研究を探すよりは、2050年以降の未来を準備することになる研究の種をまくという考えと話した。組織を新設して予算を確保するには、国家科学技術研究会 NST 理事会の議決が必要だ。現実的に組織新設は当分難しいという指摘も出ている。院長はこれに対し、それでも発足できないほどではない。ひとまず航空宇宙研究院独自の予算を活用し、志を同じくする研究人を確保した後に NST とじっくり協議するならば問題はないだろうと答えた。ヌリ号と月軌道船打ち上げ計画は予定通りに推進中だ。ヌリ号は10月に打ち上げ予定だ。これまで授業が遅れ議論が多かった月軌道船も来年8月の打ち上げが予定されている。記事の補足をしておきますが、韓国では国産ロケットの開発中です。これが記事の中で出てきたヌリ号です。ヌリ号の最終試験は2021年3月末に実施されました。ここで最終総合燃焼試験に成功したと発表されています。そして2022年8月に月の周囲を回りながら地形観測や月着陸船の着陸地点情報収集、宇宙インターネット技術検証実験などを行う探査船を打ち上げる計画を立てています。韓国には非常に悪い癖を持つ人たちがいます。それは常に日本と韓国を比較してどうなのかと語りたがる人たちです。しかしそれは個人の話ではなく、どちらかというと報道機関によく見られるものです。韓国の報道機関などにおいてはこの日韓を比べて日本の方はどうなのか、そして韓国はどうなのかという比較を行った上で、日本が悪いであるとか、もしくは韓国の方が優れているといった話などをすぐに従うものです。そういった意味では宇宙開発というものは彼らにとってはコンプレックスを抱くに十分なほどに技術差というものが日韓の間には存在します。何しろ日本の国産ロケットである H2A ロケットなどは非常に打ち上げ成功率が高いものであり、
その歴史というものを常に更新し続けている状態です。そして次世代の H3 ロケットについてもすでに開発が終わっています。一方の韓国においてはそのような歴史というものがなく、しかも自前の国産ロケットがない間はずっと他の国にお任せしていたわけですから、自分たちで物事を進められないという期間が非常に長く、その間にどんどんとコンプレックスが強くなっていったのです。そのようなコンプレックスがあったために、今回国産ロケットの開発にいよいよ目処が立ったということで、そのコンプレックスの裏返しとして一気に他の国を出し抜いて世界一番乗りの開発に乗り出そうというのが今回の宇宙エレベーターの話なのです。なお、この宇宙エレベーターというのは概念的には難しいものではありません。それこそエレベーターと聞けば私たちの日常生活の中にもあります。それは商業施設であったりマンションの中であったりします。それらのケーブルというものは地上と最上階をケーブルで結び、そのケーブルを使うことによって人が乗るゴンドラを上下させるというものです。もちろん快適な乗り心地であるとか、もしくは上下動の素早さなどについては様々な技術開発が行われていて、その乗り心地や安全性などについては各メーカーごとに差はあるでしょう。しかし概念的に言ってもそれが何か非常に複雑なものではないということはお分かりでしょう。そして軌道エレベーターというのはそういった意味においてはケーブルとそして物を乗せる箱というこの2つの概念をさえ分かれば、地上と宇宙をつなぐるケーブルにそこに物を上下する箱をくっつけるんですよといえば、ある程度外観というものを想像することができるでしょう。ただし概念は単純ではあっても、その実現には非常に高い技術的なハードルがあります。何しろ建物の中のケーブルであればそんなに長いものではありませんが、地上と宇宙をつないでいくこうしたケーブルというものは想定では96,000キロに達すると考えられており、このケーブルを実現するのは非常に困難なのです。しかも長さが尋常ではないというだけではなく、そこに求められる強度というものも一般的な建物の中にあるエレベーターとは全く桁違いなものです。しかしだからといって全くの実現不可能なものというわけでもありません。このケーブルに求められる非常に高い強度というものを実現するであろうという素材というものはすでに見つかっています。それがカーボンナノチューブです。現在このカーボンナノチューブというものが必要な強度というものをもたらしてくれるだろうと考えられているわけですが、残念ながらまだ技術開発の途中だと言わざるを得ません。96,000キロもの非常に長大なケーブルというものを作るほどには、その生成技術というものが発展はしていないのです。ですから概念としてはそれほど難しくないが、しかし技術的な課題というものがあまりにも高いというのが今の宇宙エレベーターの現状です。しかしこの話を聞いてなぜ韓国側の方を妄想と切り捨てることができるかといえば、それはこの求められているケーブルに必要なのがまさに素材科学の分野だからです。このような分野というものは非常に日本が培ってきた技術があり、非常に長い地道な研究というものを積み重ねてようやくお金になるような分野ですから、韓国としては最も苦手とするような研究分野なのです。ですから韓国がいくら研究開発に乗り出したとしても、実際問題世界一の速さでこの実現へとたどり着くとは到底思えないのです。ですからこれは韓国側の妄想が炸裂しているなというふうに私は判断するわけです。しかし一方において日本において、じゃあ国家政策としてこうした宇宙エレベーターの研究開発に乗り出しているかといえば、実際のところそうではないために、私は韓国側のこうした動きを見て、日本もいよいよそうした国策として未来科学技術に対する投資というものを本格化すべきだというふうに考えています。今日本政府としてはそういった意味においては核融合炉の研究開発などにはある程度お金は割いていますが、こうした宇宙エレベーターの開発については十分な動きというものが見られません。というのも核融合炉というのは現在人類が抱えているエネルギー問題を一挙に解決するだけの未来技術ですから、ここにお金と人を集中させるというのは間違ったことではありません。しかし実現までには最低半世紀50年程度は必要だと考えられていますから、まだまだ実現は先の話です。一方において宇宙エレベーターというものも決して10年20年といった短い単位では話
話がまとまるものではなく、この記事の中でも出てきたように、2050年以降の実現というものを目指して開発するようなものです。将来的においてこの宇宙エレベーターが必要になること、それ自体は疑いようがありません。というのも、現在の宇宙開発というものは常にロケットで物を打ち上げるということが基本になっています。しかし、このロケットで物を打ち上げるというのは、宇宙に大量のゴミを撒き散らすことにもつながっていますから、いずれ宇宙はスペースデブリと呼ばれる宇宙のゴミで溢れ、そのためロケットを打ち上げるためにデブリの衝突により衛星やロケットが破損もしくは破壊される危険性を持っています。ですから、いずれこのロケットを使った宇宙開発というものはどこかの段階で終わらなければどんどんとデブリが増え続け、そして宇宙に出られなくなってしまう危険性すらあるのです。ですから人類は宇宙へと出ようというふうに考えるからには、いずれこの宇宙エレベーターというものを開発しなければならないという必要性に迫られることが十分に考えられるわけです。私は何も宇宙エレベーターに全国家予算を突っ込めなどという話をしているわけではありません。しかし、多くの投資案件のその一つとして、未来技術、核融合炉だけではなく、こうした宇宙エレベーターに対しても予算付けを行うということは必要ではないでしょうか。何しろ日本にはこうした素材価格における非常に強みを持った企業がたくさんあります。そのような企業と学者たちとのつながりを十分に持たせることができれば、韓国の妄想ではなく日本だとこれがより現実性を持って開発ができる話だと思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。